レッスン1、おいしい食べ物を楽しむ。おいしそう。食事を楽しんでください。ありがとう、ジョン。掘り下げるのが待ちきれません。その香りは食欲をそそる。見栄えが素晴らしいです。何か新しいレシピや料理を試しましたか？はい、新しいパスタレシピを試しました。新鮮なハーブとクリーミーなソースを加えました。それは楽しそうですね。新しいフレーバーを試したり、様々な料理を試したりするのが大好きです。キッチンで実験したり、新しい味を発見したりするのはいつもワクワクします。私は料理の過程を楽しんでいます。料理は素晴らしいクリエイティブな手段になり得ます。料理のスキルや好みを表現することができます。絶対に。食事を準備し、私の料理を味わった人々の満足感を見ることに喜びを感じます。アンナ、あなたは料理の才能があるわ。あなたの料理はいつも素晴らしい見た目も味も素晴らしいです。ありがとう、ジョン。優しい言葉に感謝します。これからも自分のスキルを探求し、向上させていこうというモチベーションになっています。それは当然のことです。料理への情熱は、あなたが作るどの料理にも現れています。それは私にとって大きな意味がある、ジョン。私の情熱が楽しい食事体験につながって嬉しいです。食事体験といえば、最近新しいレストランを試したことはありますか？はい、最近オープンしたばかりのタイ料理店に行きました。味は大胆で、盛り付けも印象的でした。それは素晴らしいですね。いろんな料理を試して、その独特の味を体験するのが好きです。様々な料理を試してみると、味覚が広がり、様々な味の世界が広がります。絶対に、街を離れずに料理の冒険に出かけるようなものです。これ以上同意できないわ、ジョン。食べ物には人と文化をつなぐ方法があります。本当にそうです。食べ物がいかに人々を結びつけ、思い出に残る体験を生み出すことができるかは魅力的です。実際、食事を分かち合うことで、私たちが一生大切にする絆や瞬間が生まれます。さて、アンナ、食事を楽しんでください。きっと楽しい経験になると思います。ありがとう、ジョン。あなたの親切な願いに感謝します。ボナペティ。どういたしまして、アンナ。一口一口楽しんでください。食事の話ができて楽しかったです。同じように、ジョン。食べ物はいつも楽しい会話をしてくれる。素敵な一日を。ありがとう、アナ。あなたも、気をつけて、やってくるすべての美味しい料理を味わってください。レッスン2、週末旅行の推奨事項。素晴らしい、パークビューホテルを提案できます。あなたの基準をすべて満たし、素晴らしいレビューをいただいています。それは有望に思えます。ホテルにはどんなアメニティがありますか？ホテルにはフィットネスセンター、リラクゼーション用のスパ、多様なメニューを提供するレストランがあります。パーフェクトだね。
休暇中もアクティブでいるのが好きで、フィットネスセンターがあるのはプラスです。絶対に。家から離れていてもエクササイズルーチンを維持できるのは素晴らしいことです。スパは週末にリラックスして自分を甘やかすのに最適な方法です。同感です。少しのセルフケアは私たちの体と心を若返らせるのに大いに役立ちます。場所は観光スポットや自然の風景に近いですか？はい、ホテルは遊歩道と美しい景色を望む美しい公園の近くにあります。それは素晴らしいです。公園を散策したり、自然を楽しんだりするのは、私たちの時間を過ごすのに最適な方法でしょう。それはありがたいと思ってたあなたが自然に囲まれていることをどれだけ楽しんでいるか、私は知っています。間違いなく、自然の中にいることは心を落ち着かせる効果があり、エネルギーを充電するのに役立ちます。さらに、ホテルはショップやカフェが立ち並ぶ魅力的な町から車ですぐのところにあります。素敵ですね。町を散策して郷土料理を試してみるのもいいですね。あなたはそれが好きかもしれないと思った。町は活気に満ちた雰囲気で、たくさんの発見があります。あなたの推薦に感謝します、ジョン。パークビューホテルには私たちが探しているものがすべて揃っているようです。気に入っていただけて嬉しいです。週末の休暇には最適だと思います。それでは予約しましょう。次の旅行にワクワクしています。私も、アナ、パークビューホテルで一緒に素敵な思い出を作れるのを楽しみにしています。ジョン、このような素晴らしいオプションを提案してくれてありがとう。あなたの思いやりに感謝します。嬉しいよ、アンナ。私はいつも私たちの経験を楽しく思い出深いものにするよう努めています。レッスン3、作品と編集の芸術。通常、役に立つ仕事は充実感をもたらします。編集についてはどうですか？編集は様々な形式のコンテンツを洗練し、完成させる上で重要な役割を果たします。それは本当です。これにより、書面による資料の明確性、一貫性、正確性が保証されます。絶対に。編集を行うと読みやすさが向上し、コンテンツ全体の品質が向上します。優れた編集者になるための重要なスキルにはどのようなものがありますか？エラーや不一致を見つけるには細部への注意が不可欠です。ライターとのコラボレーションには優れたコミュニケーションスキルも不可欠です。それらのスキルが編集プロセスでどのように役立つかがわかります。建設的なフィードバックを行う能力についてはどうでしょうか？建設的なフィードバックを提供することは確かに重要です。作家が作品を改善し、プロとして成長するのに役立ちます。オープンマインドで順応性があることは、編集者にとっても有益だと思います。絶対に。編集者は意図したメッセージを維持しながら、様々な文体やジャンルに適応する必要があります。どうすれば編集スキルを向上させることができますか？広範囲に読むことで、言語能力、文法、スタイル認識を高めることができます。また、編集者は様々な書き方に触れることができます。編集演習を練習し、
経験豊富な編集者にフィードバックを求めることも有益ですよね。はい、編集演習に参加してフィードバックを受けることは、編集スキルを磨き、貴重な洞察を得るのに役立ちます。編集者が直面する共通の課題はありますか？確かに、締め切りに間に合わせるには時間管理が難しい場合があります。自分の作品を編集しながら客観性を保つのも難しい場合があります。編集には技術的なスキルと細部への鋭い目の組み合わせが必要なようです。実際、優れた編集者には技術的な専門知識と改善が必要な分野を特定するための目の肥えた目の両方が必要です。作家の声を守ることと必要な変更を加えることのバランスをどのようにとっていますか？明快さと一貫性を確保しながら作家の声を尊重することが重要です。コラボレーションと明確なコミュニケーションはそのバランスを取るのに役立ちます。編集プロセスにおいてコラボレーションがいかに重要であるかがわかります。それは作家と編集者の共同作業です。絶対に。コラボレーションは良好な仕事上の関係を育み、洗練された最終製品につながります。これらの洞察を共有してくれてありがとう、アンナ。編集は魅力的で貴重なスキルセットです。どういたしまして、ジョン。その議論が洞察に満ちていると分かってよかった。コンテンツ制作の世界では、編集は確かに重要な位置を占めています。あなたの専門知識に感謝します、アンナ。編集の技術についてあなたと話し合うことができて嬉しかったです。同じように、ジョン。編集の支援が必要な場合や、さらに質問がある場合は、遠慮なく連絡してください。生産的な一日をお過ごしください。ありがとう、アナ。それは心に留めておくよ。あなたも実りある一日になりますように。気をつけて。レッスン4、個人情報の保護。はい、それは私たちの個人情報がどのように危険にさらされる可能性があるかに関するものです。絶対に、ジョン。今日のデジタル時代では、個人データを保護することが最も重要です。個人情報に対する一般的なリスクにはどのようなものがありますか？サイバー攻撃、データ侵害、個人情報の盗難は、私たちが直面する主要なリスクの一部です。私たちの情報がいかに簡単に侵害されるかは驚くべきことです。身を守るためにどのような対策を講じることができますか？最初は、強力でユニークなパスワードを使用し、二要素認証を有効にすることから始めると良いでしょう。デバイスやソフトウェアを定期的に更新することも、脆弱性からの保護に役立ちますよね。はい。デバイスとソフトウェアを最新の状態に保つことで、最新のセキュリティパッチを適用できます。個人情報をオンラインで共有する場合は注意が必要です。ソーシャルメディアプラットフォームで共有する内容に注意し、疑わしいウェブサイトを避けることで、リスクを最小限に抑えることができます。フィッシング詐欺に注意することも重要ですよね。絶対に。フィッシングメールやメッセージに注意することは、詐欺の被害に遭わないようにするのに役立ちます。個人情報を保護するために利用できるプライバシー設定やツールはありますか？はい。
多くのオンラインプラットフォームでは、当社の情報にアクセスできるユーザーを制御できるプライバシー設定が提供されています。データを暗号化して仮想プライベートネットワーク VPN を使用すると、セキュリティをさらに強化できますよね。その通りだ。ジョン。暗号化と VPN は、インターネットの閲覧中や公共の Wi-Fi の使用中にデータを保護するのに役立ちます。個人情報を保護するために留意すべきことは他にありますか？財務諸表と信用報告書を定期的に監視することで、疑わしい活動を発見することができます。最新のセキュリティ慣行と潜在的な脅威について、常に情報を入手し、教育を受けることが重要ですよね。絶対に。個人情報を保護するには、セキュリティ対策について積極的に最新情報を入手することが不可欠です。アンナ、これらの貴重なヒントを共有してくれてありがとう。誰もがデータセキュリティを優先することが重要です。どういたしまして、ジョン議論が役に立ったことを嬉しく思います。データセキュリティは私たちのデジタルライフの重要な側面です。確かに、アンナ、私たちの個人情報を保護するために自分たちの役割を果たし、他の人にも同じことをするよう奨励しましょう。絶対に、ジョン。力を合わせれば、より安全なオンライン環境を構築できます。安全を確保し、気をつけてください。ありがとう、アナ。あなたも、安全を確保して、素晴らしい一日を過ごしてください。次回まで。レッスン5、心地よい雨の音。雨の音を楽しんでいます。特に夜は気持ちが落ち着きます。同意するよ。ジョン。雨粒の優しい模様には心を落ち着かせる何かがある。穏やかな雰囲気を醸し出していますね。くつろいだりリラックスしたりするのに最適です。絶対に。リズミカルな雨の音は、私たちが静けさを見つけ、心を落ち着かせるのに役立ちます。良い本を読みながら雨の音を聞いていると、特に心強いです。完璧な組み合わせです。雨が降ると、読書や物語に没頭するのに心地よい雰囲気になります。また、雨の音を聞きながら眠りにつくのも爽快です。それは私を深い眠りに誘います。私も同じように感じます。雨は自然な睡眠補助剤として作用し、周囲の雑音を和らげてくれます。雨音を聞いたり、雨をテーマにしたアプリを使ってリラックスしたことはありますか？はい、持っています。雨音や雨をシミュレートするアプリは、リラックスして心を落ち着かせる環境を作るのに最適な方法です。雨の音が私たちの健康にどれほど良い影響を与えるかは魅力的です。自然には私たちを育てる方法があり、雨の音はその多くの贈り物の一つです。絶対に、安らぎと静けさを感じさせるシンプルな喜びです。そして最高の部分は、誰もがアクセスできることです。自然の交響曲は、私たちが自由に楽しむことができます。雨には、周囲を清潔にし、空気をリフレッシュする方法もあります。それは本当です。雨は自然を浄化し、ひいては私たちの感覚に新たな感覚をもたらします。雨のような自然なものが私たちの精神を高め、静かなひとときを与えてくれるのは素晴らしいことです。
自然には、ゆっくりして、今を大切にし、最もシンプルなものに美を見出すように私たちに思い出させる方法があります。よく言った、アナ。あの雨の瞬間を大切に、彼らの心地よいメロディーが私たちに喜びをもたらしてくれるようにしましょう。絶対に、ジョン。雨の音が私たちに平和と静けさをもたらし続けますように。素敵な一日を。ありがとう、アナ。あなたも、できる限り穏やかな雨の音を楽しんでください。次回まで。レッスン6、ご不便をおかけして謝る。正常に動作していますか？ご不便をおかけして申し訳ありません。すぐに修正します。ジョンさん、この問題に対処していただきありがとうございます。早急にご対応いただきありがとうございます。私たちはシームレスな体験を提供するよう努めています。ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。技術的な問題が発生する可能性があることは理解できます。問題の解決にご尽力いただき、ありがとうございます。私たちのチームは、すべてがスムーズに進むように努めています。ご不便をおかけして申し訳ありません。問題に迅速に対処するというあなたのコミットメントは称賛に値します。私たちは課題が生じる可能性があることを理解しています。状況の是正に努める間、お客様の忍耐と理解を大切にします。透明性が高く、問題を解決するために取られた措置に感謝します。最新情報をお寄せいただきありがとうございます。お客様の満足が当社の最優先事項であり、ご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。お客様からの謝辞と謝罪は、お客様との良好な関係を維持する上で大いに役立ちます。私たちは高水準のサービスの提供に努めており、ご不便をおかけして申し訳ありません。問題解決への献身的な取り組みは、顧客への信頼につながります。皆さんの努力に感謝します。改めてお詫び申し上げますとともに、今後このような問題が発生しないように最善を尽くすことをお約束します。今後ご迷惑をおかけしないよう、お詫びとご協力をよろしくお願いいたします。細部へのこだわりを大切にしています。シームレスな体験の重要性を理解していますが、ご不便をおかけして申し訳ありません。責任を持って謝罪する姿勢は、会社に良い影響を与えます。誠意を込めて感謝します。当社の謝罪をご理解いただきありがとうございます。私たちはあなたのフィードバックとサポートを大切にしています。問題解決へのご尽力と顧客満足へのご尽力に感謝いたします。お詫び申し上げます。改めてお詫び申し上げますとともに、状況を是正するために熱心に取り組んでいることをお約束します。レッスン7、ショッピング体験の向上。絶対に、これにより、ショッピング体験がより良くなります。同意するよ、ジョン。顧客満足度を高めるには、ショッピング体験の改善が不可欠です。ショッピング体験を向上させるにはどのような方法がありますか？直感的なナビゲーションを備えたユーザーフレンドリーなウェブサイトやアプリを提供することが良い出発点です。絶対に、使いやすいプラットフォームにより、顧客は必要なものを簡単に閲覧して見つけることができます。
顧客の好みに基づいてパーソナライズされたおすすめを提供することも、ショッピングジャーニーを向上させることができます。それは本当です。彼らの興味に合わせて提案を調整することで、体験をよりパーソナライズして楽しいものにすることができます。明確で詳細な製品説明と高品質の画像は、顧客が情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。包括的な情報を提供することで、顧客は購入に自信を持つことができます。もう一つの側面は、効率的なカスタマーサポートです。問い合わせや懸念事項に迅速に対応することで、全体的なエクスペリエンスを向上させること優れたができます。カスタマーサービスが不可欠です。信頼を築き、顧客との長期的な関係を育みます。チェックアウトプロセスを簡素化し、複数の支払いオプションを提供することで、エクスペリエンスを合理化することもできます。絶対に、スムーズなチェックアウトプロセスは摩擦を減らし、顧客にとって購入を便利にします。さらに、迅速で信頼性の高い配送を提供することで、顧客の満足度をさらに高めることができます。迅速で信頼性の高い配送は、ポジティブなショッピング体験に貢献する重要な要素です。手間のかからない返品ポリシーを実装することで、購入時に顧客が安心できるようにすることもできます。それは重要です。柔軟な返品ポリシーは、同社が顧客満足度を重視していることを示しています。フィードバックを収集し、顧客の提案に積極的に耳を傾けることは、改善すべき領域を特定するのに役立ちます。お客様からのフィードバックは、ショッピング体験を向上させるために必要な調整を行う上で非常に貴重です。最後に、e コマースの最新トレンドやテクノロジーを常に把握しておくことで、ショッピング体験を新鮮で革新的なものに保つことができます。変化する状況に適応することで、顧客はモダンで便利なショッピングオプションを利用できるようになります。これらの戦略を実行することで、より楽しく満足のいくショッピング体験を生み出すことができます。絶対に、アンナ、お客様のニーズに優先順位をつけ、お客様のショッピングジャーニーの改善に継続的に取り組みましょう。同意しました、ジョン。エクスペリエンスが良くなればなるほど、お客様の満足度も上がります。ショッピング体験を成功させましょう。乾杯、アンナ。一緒に素晴らしいショッピング体験を作りましょう。次回まで。レッスン8、市場価値分析。アンナ、ちょっと調べてみたところ、時価は X ドル前後だと思いますが、どう思いますか？面白いよ。ジョン財務省の決定を下す前に市場価値を分析することは重要です。どのような要素を考慮しましたか？私は最近の売上データ、過去の傾向、そして現在の経済情勢を見ました、アンナ。これらの要因は、私が市場価値を推定するのに役立ちました。ジョン、それは包括的なアプローチのように思えます。また、価値に影響を与える可能性のある特定の要因も考慮に入れましたか？はい、アンナ。場所、需要、競合、アイテムや物件の状態などの要素を考慮しました。ジョン、これらの要因は確かに市場価値に大きな影響を与える可能性があります。それらを徹底的に評価することが重要です。絶対に、アンナ。
これらの要因を分析することで、潜在的な市場価値についての理解が深まりました。ジョン、自分の研究を検証するために、この分野の専門家や専門家に相談しましたか？はい、アンナ。市場評価を専門とする不動産業者や金融アナリストにアドバイスを求めました。彼らの洞察は貴重でした。専門家に連絡できてよかったよ。ジョン、彼らの専門知識は、分析の信頼性を高めることができます。同意します、アナ。十分な情報に基づいた判断を下すには、様々な視点や専門知識を集めることが重要です。推定市場価値が分かったところで、次のステップは何か、ジョン？次のステップは、推定値を類似商品や最近の売上と比較して、私の調査を検証することです、アンナ。それは賢明なアプローチだ。ジョン・類似のリストや売上と比較すると、市場をより明確に把握できます。価値を確認したら、購入、売却、または投資に関して情報に基づいた決定を下すことができます、アンナ。それが進むべき道だ。ジョン、徹底的な調査と分析に基づいて意思決定を行うことで、潜在的なリスクを軽減することができます。正確に、アンナ。堅実な市場価値分析に基づいて財務上の意思決定を行うことは成功に不可欠です。ジョン、時間を割いて徹底的な調査を行ってくれて嬉しいです。情報に基づいた選択をするというあなたの決意が現れています。ありがとう、アナ。市場価値を理解することで、個人はより良い財務上の意思決定を行えるようになると思います。絶対に、ジョン。不動産、投資、個人資産など、人生の様々な面で身につけておくと貴重なスキルです。アンナ、これ以上同意できない。市場価値分析は、健全な財務判断を下すための重要なツールです。この議論ができてよかったよ、ジョン。これにより、市場価値に関する調査と分析の重要性が強調されます。確かに、アンナ。この教訓を胸に、将来の財務活動に応用していきたいと思います。ジョン、あなたの勤勉な調査と分析は、情報に基づいた成功した意思決定につながると確信しています。ありがとう、アナ。あなたのサポートと励ましは大きな意味があります。市場価値分析に基づいて賢明な選択をすることが大切です。レッスン9、劇場のチケット価格の確認。アンナ、新しい演劇が街にやってくるって聞いたよ。面白そうだね。それを見に行こうか。いい考えだね。ジョン、演劇を見るのは、夜を楽しむのにうってつけの方法だ。チケットの価格は劇場のウェブサイトで確認しましょう。そうするよ、アナ。それに応じて予算を計画できるように、事前に価格を知っておくことが重要です。絶対に、ジョン。事前にチケットの価格を確認しておけば、予算内に収まるかどうかを確認できます。私は今、劇場のウェブサイトを見ています。アナ、チケットの値段が載っているか見てみよう。ジョン、時間をかけてください。その芝居のチケットがいくらかかるか調べてみよう。彼らのウェブサイトアンナでチケットセクションを見つけました。座席の場所によって価格カテゴリーが違うようです。
よくあることだよ。ジョン座席セクションが異なれば、景色やステージへの近さによって料金が異なることがよくあります。価格はバルコニー席の X ドルからプレミアムオーケストラ席の Y ドルまで幅があるようです。アンナ。知ってよかったよ。ジョン座席カテゴリーを選ぶ際には、好みや予算を考慮することができます。また、学生や高齢者向けの割引もあります。アンナ。これらのいずれかに該当するかどうかを確認する必要があります。調べてみる価値はあるよ。ジョン割引はプレイを楽しみながらいくらかお金を節約するのに役立ちます。学生割引とシニア割引の具体的な要件を確認するよ。アンナ。有効な身分証明書または年齢証明書が必要な場合があります。それは重要な情報だ。ジョン利用可能な割引を利用するには、要件を満たしていることを確認する必要があります。詳細を見つけたよ。アナ。2人とも学生割引の資格があるようだ。私たちはチケット代をいくらか節約できる。それは素晴らしいニュースだ、ジョン。割引を利用して私たちのお金に見合う価値をもっと得るのはいつでもいいことです。チケットの価格と利用可能な割引が分かったので、座席カテゴリーを決定して購入することができます。確かに、ジョン。座席を選ぶ際には、自分の好み、予算、希望する全体的な体験を考慮することができます。早速チケットを予約するよ。アナ。日付、座席カテゴリーを選択し、オンラインで支払いを完了できます。いいですね、ジョン。芝居の席を確保して、楽しい夜を楽しみにしましょう。チケットは予約済みよ。アンナ。演劇の準備は万端です。ワクワクするよ。素晴らしい、ジョン。君と演劇を見るのが待ちきれないよ。素晴らしい経験になりそうです。これを提案してくれてありがとう、アンナ。忘れられない夜になるだろうし、一緒に行けて嬉しいよ。どういたしまして、ジョン。この経験を分かち合えることを嬉しく思います。劇場で素晴らしい時間を過ごしましょう。乾杯、アンナ。笑い、感動、そして素晴らしいパフォーマンスに満ちた夜の準備をしましょう。レッスン10、靴屋を探検する。さて、近くには人気の靴屋がいくつかあります。それらを調べることができます。いい計画だね、ジョン。いろんな店に行くと選択肢が増えます。まさに、アナ。価格やスタイルを比較して、ニーズに合った完璧な靴を見つけることができます。どの店を思い浮かべますか、ジョン？具体的に良いことを聞いた店は？フットステップスとソレメーツについて素晴らしいレビューを聞いたことがあるよ、アンナ。靴の品揃えも豊富だそうです。あの店は有望だね、ジョン。フットステップスから始めて、次にソレメーツに進みましょう。計画みたいだな、アンナ。また、店員におすすめの商品や継続的な売り上げを尋ねることもできます。いい考えだね、ジョン。店員は貴重な洞察を提供し、情報に基づいた意思決定を行う手助けをしてくれます。同意します、アナ。
好みのスタイルを念頭に置きながら、快適さと品質を優先しましょ絶対に、ジョン。履き心地と品質は靴を買うときに考慮すべき重要な要素です。また、靴がぴったり合うように、様々なサイズを試してみるべきです。アンナ、履き心地の良い靴は必須です。間違いない、ジョン。違うサイズを試してみると、完璧なフィット感を見つけるのに役立ち、後で不快感を感じることはありません。アンナ、靴を履いて歩き回って、彼らがどう感じているか見てみるのもいい考えです。ちゃんとテストしなきゃ。同意するよ。ジョン靴を履いて歩き回ると、彼らの快適さとサポートについて理解が深まります。また、店舗に返品または交換のポリシーがあるかどうかを確認することもできます。アンナ、万が一、気が変わった場合に備えて。それは賢明な提案だ。ジョン。返品または交換のポリシーを知っていれば安心できます。アンナ、予算も念頭に置いておきましょう。私たちの価格帯の靴を見つけることが重要です。絶対に、ジョン。予算を決めてそれを守って靴屋を探検するんだ。いろいろな靴を試して完璧な靴を見つけるのが楽しみです。アンナ、新しい靴を買うのはいつも楽しいです。私も同じように感じます、ジョン。いろいろな靴を試着して、ぴったり合う靴を見つけるのは満足のいく経験です。アンナ、早速出かけて、靴の買い物の冒険を始めましょう。いくつか素晴らしいオプションが見つかる気がします。準備はできてる。ジョン。靴屋さんに行って、理想の靴を見つけるプロセスを楽しみましょう。スタイル、履き心地、品質を兼ね備えた完璧な靴を見つけましょう。アンナ、ショッピング旅行を成功させましょう。レッスン11、健康的な習慣と運動。定期的に運動し、清潔な食事を心がけることで違いが生まれます。朝の運動は有益だと聞きました。それは嬉しいよ。ジョン。腸の運動は、一日をスタートさせ、エネルギーレベルを高めることができます。まさに、アナ、その日の残りの時間をポジティブな雰囲気にしてくれて、集中力を保つのに役立ちます。ジョン、あなたに合ったルーティンを見つけてよかったです。どんなエクササイズをしてきましたか？有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせてやってるんだよ。あんなモチベーションが保たれ、全体的なフィットネスの向上にもつながります。ジョン、それはバランスの取れたアプローチのように思えます。有酸素運動と筋力トレーニングは互いに補完し合い、最適な結果をもたらします。間違いない。アナ、有酸素運動は私の持久力を向上させるのに役立ち、筋力トレーニングは筋肉を増やして筋力を高めます。ジョン、バランスの取れたワークアウトルーチンがあるのはいいことだ。清潔に食べるのはどう？調子はどう？きれいに食べることがゲームチェンジャーになりました。アンナ、エネルギーレベルが上がり、消化が改善されたことに気づきました。素晴らしいよ。ジョン。健康に良い食べ物で体に栄養を与えると、その恩恵を受けることができます。絶対に、アンナ、栄養価の高い食べ物で体に栄養を与えると、全体的な健康が増し、パフォーマンスが向上します。
これらの健康的な習慣を取り入れてから、体や気分に特定の変化があったことに気づきましたか？筋肉の緊張が高まり、気分が改善されたことに気づきました。アンナ、私たちのライフスタイルの選択が私たちにどのように影響するかは驚くべきことです。私たちの体は回復力があるわ。ジョン、私たちが彼らの世話をすると、彼らは前向きに反応します。アンナ、これ以上同意できない。セルフケアを優先し、毎日健康的な選択をすることが重要です。ジョン、あなたの献身を見るのは刺激的です。あなたの健康的なライフスタイルへのこだわりは素晴らしい手本です。ありがとう、アナ。小さく一貫した行動が長期的に大きな変化につながると私は信じています。絶対に、ジョン。健康的なライフスタイルを維持するには、一貫性が重要です。アンナ、私に加わることをお勧めします。力を合わせれば、順調に進むためのモチベーションを高めることができます。招待に感謝するよ。ジョンより良い健康への道のりで、お互いに支え合いましょう。それは計画のように聞こえるよ、アナ。私たちはお互いに責任を持たせ、その過程での進歩を祝いましょう。ジョン、あなたと一緒にこの旅に出ることができてワクワクしています。私たちの継続的な成長と幸福を祈ります。乾杯、アンナ。私たちの健康を優先し、他の人にも同じことをするように促しましょレッスン12、買い物リストの作成。それは役に立つでしょう。家で必要なものには印をつけておくよ。いい考えだ。ジョン。買い物リストがあると、何も忘れずに店で過ごす時間を節約できます。間違いない、アナ。整理整頓ができ、衝動買いも防げます。ジョン、買い物リストにどんなアイテムを追加する予定ですか？果物や野菜、そしてライスやパスタなどのパントリーの定番品を補充する必要があります。新鮮な農産物やパントリーの必需品を加えるのは賢いやり方だ、ジョン。私も同じことをします。アンナ、家には栄養価の高いさまざまな選択肢を用意することが重要です。他に何が必要だ？牛乳、卵、ヨーグルトが足りなくなった。それをリストに追加するよ。素晴らしい選択です、アンナ。乳製品は必須栄養素を提供し、用途が広いです。また、タンパク質オプションのリストに鶏肉と魚を追加します。アンナ、タンパク質は筋肉の修復と全体的な健康に不可欠です。いい電話だ。掃除用品やトイレタリーも必要かどうか確認しておきます。いい思い出だよ、アンナ。これらの項目は見過ごされがちですが、必須項目です。同意するよ。ジョン。語で私たちが彼らから外れることに気づくよりも、リストに載せておいた方がいいです。アンナ、特定の商品について、特定のブランドや好みはありますか？特になし、ジョン。在庫状況と品質に応じて、様々なブランドを試してみることにしています。こっちも同じ、アナ。柔軟性があるおかげで、私たちは新製品を発見し、自分にとって最も効果的なものを見つけることができます。また、店舗に行く前に、進行中のセールや割引を確認することもお勧めします。素晴らしい点です、アナ。
可能な限り金を節約することは常にボーナスです。メモを取って価格を比較し、何かプロモーションがないか探すよ、ジョン。それは賢いアプローチだよ。あんな情報に基づいた意思決定を行い、いくらかお金を節約するのに役立ちます。買い物リストの準備ができたら、よろしければ一緒に店に行きましょう、ジョン。感謝するよ。アンナ、一緒に買い物をする方がずっと楽しく効率的です。計画みたいだね。ジョン、買い物リストを作って、必要なものをすべて手に入れよう。同意しました。アンナ、きちんと整理しておけば、有意義で生産的な買い物旅行ができるでしょ楽しみだよ、ジョン。必要なアイテムがすべて揃っているか確認しよう。絶対に。アンナ、買い物リストを手に入れたら、店を制覇してすべてチェックします。よく計画された買い物旅行と品揃え豊富なパントリーに行こう、ジョン。それを実現させましょう。乾杯、アンナ。早速店を制覇しよレッスン13、クリエイティブプロジェクト。インスピレーション。はい。いくつか考えていることがあります。クリエイティブなプロジェクトでコラボレーションするのはどうですか？ワクワクしますね、ジョン。私はいつも新しいクリエイティブな試みを模索しています。どんなアイディアがありますか？地元の自然の美しさを捉える写真プロジェクトを始めようと思っていました。素晴らしいアイディアだね、ジョン。自然写真はとても魅力的でインスピレーションを与えてくれます。そうすることで、身の回りの美しさを理解し、写真撮影のスキルを向上させることができると思います。私を頼りにしてくれ、ジョン。写真撮影のスキルを高め、もっと自然を探検したいといつも思っていました。素晴らしい。さまざまな公園、森、庭園への遠足を計画して、多様な風景を撮影することができます。マクロ撮影や長時間露光撮影など、様々な手法を試すこともできます。まさに、いろんなテクニックを試してみることが、写真家として成長し、想像力を引き出すことにつながるのです。さらに、共同オンラインギャラリーを作成して、ベストショットを紹介したり、他の人と共有したりすることもできます。それは素晴らしいアイデアです。写真愛好家の仲間を鼓舞し、交流するためのプラットフォームになるはずです。また、写真に添える短いキャプションやストーリーを書いて、創造性をさらに高めることもできます。私はそのアイデアが大好きです。ビジュアルとストーリーテリングを組み合わせることで、私たちのプロジェクトはさらにインパクトのあるものになります。ストーリーテリングについて言えば、私たちが探求できるもう一つのクリエイティブなプロジェクトは、短編小説や詩を書くことです。そう言ってくれて嬉しいよ。書くことで、私たちは自分の考えや想像力をユニークな方法で表現することができます。交代でお互いにプロンプトを書いて、創造性が私たちをどこに導いてくれるか見てみましょう。楽しくてやりがいのある練習みたいだね。それは私たちを既成概念にとらわれずに考えるように駆り立てるでしょう。最高の作品を小さなアンソロジーにまとめたり、ブログやソーシャルメディアで共有したりすることもできます。それは素晴らしいアイデアです。他の人にインスピレーションを与えたり、
私たちの文章に対するフィードバックをもらったりする方法になるでしょ絶対に、ジョン。フィードバックは、どんなクリエイティブな取り組みにおいても、成長と改善に役立ちます。う。アンナ、写真と執筆以外に、他に考えているクリエイティブなプロジェクトはありますか？ギターやピアノのような楽器の演奏を学びたいと思っていました。素晴らしい。アナ、楽器を習うことは自分を表現する素晴らしい方法です。オンラインチュートリアルを見つけたり、一緒にレッスンを受けたりして、この音楽の旅に乗り出すこともできます。やるよ、アンナ。一緒に学ぶことで、プロセスがより楽しく、やる気が出るようになります。じゃあ決着がついたよ、ジョン。私たちはこれらのクリエイティブなプロジェクトに飛び込んで、一緒に情熱を探っていきましょう。私たちが何を作るのか見るのが待ちきれません。アンナ、お互いに刺激し合い、アイデアを実現させましょさあ、私たちの創造性を受け入れ、エキサイティングな芸術的冒険に乗り出しましょう、ジョン。う。乾杯、アンナ。私たちの創造性を発揮して、本当に素晴らしいものを作りましょレッスン14、言語学習アドベンチャー。ほら、スペイン語の教科書を見つけたよ。あなたはどう、アンナ？新しい言語を探求したことはありますか？素晴らしい、ジョン。語学学習はいつも刺激的な冒険です。最近、フランス語に興味がある。フランス語は美しい言語だよ。アンナ。優雅さと豊かな文化遺産で知られています。新しい言語を学ぶことで、新しい機会への扉が開かれ、視野が広がると聞きました。絶対に、アンナ。これにより、私たちは異なる文化とつながり、より幅広い人々とコミュニケーションを取ることができます。ジョン、スペイン語の教科書をどう使うつもりなの？独学を考えていますか？それとも授業を受けることを考えていますか？アンナ、独学から始めようと思う。教科書を使って基礎を学び、自分で練習します。素晴らしいアプローチだね、ジョン。自習すれば自分のペースで柔軟に学習できます。アンナ、フランス語の旅をどうやって始めるか考えたことはありますか？何か特定のリソースを考えていることはありますか？オンラインリソースと言語学習アプリから始めるつもりです、ジョン。インタラクティブなツールはたくさんあります。それは賢い選択だよ。アンナ。オンラインリソースは、言語を学ぶための便利でアクセスしやすい方法を提供します。また、言語交換パートナーを見つけたり、言語学習コミュニティに参加してスピーキングの練習をしたりすることもできます。素晴らしいアイディアだね、アンナ。ネイティブスピーカーや他の学習者と一緒に練習することは、流暢さを向上させる上で非常に貴重です。新しい言語を学ぶことで、私たちの認知能力と記憶力がどのように向上するかは興味深いですね、ジョン。絶対に、アンナ。言語学習は問題解決能力と脳全体の機能を向上させることが研究によって示されています。スペイン語とフランス語以外に探求したい言語はありますか、ジョン？私はいつも北京語に魅了されてきた、アンナ。その色調の性質と豊かな歴史に興味をそそられます。ジョン、北京語は学ぶのが難しいがやりがいのある言語だ。
ビジネスや文化交流の機会を切り開いてくれます。同意します。アナ、北京語のような言語を学ぶことで、つながりを築き、文化的なギャップを埋めることができます。様々な言語を学ぶことで、全く新しい可能性の世界が開かれるなんて驚きですよね、ジョン。本当にそうだよ。アンナ。言語学習は、私たちが新しい文化や視点を掘り下げることができる旅です。そして一番素晴らしいのは、語学学習の取り組みにおいてお互いを支え合い、やる気を起こさせることができることです。絶対に、アンナ。語学学習仲間がいると、旅がより楽しくなり、責任を果たすことができます。協定を結ぼう、ジョン。私たちは語学学習の冒険を続け、その過程でお互いを励まし合います。全力でやるよ、アンナ。一緒にこの言語の旅に出て、さまざまな言語の美しさを楽しみましょう。さあ、私たちの言語レパートリーを広げ、言語の世界を取り入れることにしよう、ジョン。乾杯、アンナ。語学学習の冒険に飛び込んで、新しい機会を開きましょう。レッスン15、デジタル通信の管理。絶え間ない通知に圧倒されています。そろそろ、メールやメッセージをチェックする時間を決めておくべきだと思います。アンナ、どう思う？よくわかるよ、ジョン。常に気を散らしながら集中し続けるのは難しいかもしれません。専用の時間を設定するのは素晴らしいアイデアのように思えます。メールやメッセージを確認して返信するために、日中に3つの特定の時間帯を指定しようと考えていました。こうすることで、中断することなく他のタスクに優先順位をつけることができます。それは賢いアプローチだ、ジョン。特定の時間帯を割り当てることで、生産性を向上させながら、重要なタスクに集中できます。まさに、アナ。デジタル通信に制御されるのではなく、境界線を作って制御することが重要です。同意するよ、ジョン。メールやメッセージを絶えずチェックしていると、生産性が低下し、ストレスが増える可能性があります。さらに、特定の時間を設定することで、ワークライフバランスを改善することもできます。デジタルに邪魔されずにプライベートな生活を送ることができます。絶対に、ジョン。リラックスして仕事やその他の約束から切り離す時間が必要です。私が予測する課題の一つは、回答を見逃したり遅れたりすることへの恐れです。アンナ、どう対処するつもりなの？私たちの対応状況と応答時間を同僚、クライアント、友人に伝えることが重要だと思います。明確な期待値を設定することで、期待に依え、誤解を最小限に抑えることができます。それは素晴らしい点です。アナ、私たちの空き状況について透明性のあるコミュニケーションを取ることで、他の人が私たちの境界を理解しやすくなり、指定されたコミュニケーション時間を守るよう促すことができます。また、専用の集中時間中に自動返信や不在時のメッセージを利用することもできます。これにより、いつ返信が期待できるかがわかり、メッセージが私たちにとって重要であることを確信できます。それは現実的な解決策だよ。アンナ。自動返信は、私たちがタスクに集中する間の一時的な余裕を与えてくれます。もう一つの戦略は、緊急かつ重要なメッセージを専用のコミュニケーション時間帯に優先させることです。
デジタルコミュニケーションを分類してフィルタリングすることで、重要な問題に迅速に対処することができます。絶対に、アンナ、優先順位をつけることで、気を散らすものを最小限に抑えながら、重要なタスクに効率的に取り組むことができます。その時間外にメッセージを確認したいという誘惑に駆られた場合でも、規律を守り、指定されたコミュニケーション時間を守ることが不可欠です。完全に同意します。アナ、常に通知を確認したいという衝動に抵抗するには自己規律が必要ですが、そのメリットはそれだけの価値があります。メールやメッセージをチェックする特定の時間を設定することで、時間と注意力をコントロールできるようになり、生産性の向上とストレスの軽減につながります。それが目標だ、アナ。私たちはテクノロジーに浪費されるのではなく、生活を向上させるためのツールとして使いたいと思っています。絶対に、ジョン。このプラクティスを実行して、集中力を取り戻し、生産性を取り戻しましょう。乗るよ、アナ。健全なデジタルコミュニケーション習慣を確立し、ワークライフバランスを改善しましょう。今こそデジタル世界をコントロールし、仕事と私生活の調和を見出すことです、ジョン。乾杯、アンナ。メールやメッセージをチェックする時間を決め、デジタルコミュニケーションにもっとマインドフルなアプローチを取り入れましょう。レッスン16、ランドリー設備と料金。ランドリー施設の使用料は、1回のロードにつき$5であることに気づきました。アンナ、どう思う？合理的ですか？1回の積載料$5はちょっと高そうだな。ジョン。他の場所でも料金が安いところを見たことがある。同意します、アナ。特に学生や予算が限られている人にとっては、料金がもっと手頃だったらもっと便利でしょう。経営陣や家主とこれについて話し合うことを考えたことはありますか？十分な数の住民が懸念を表明すれば、料金を調整しても構わないかもしれません。いい考えだね、アナ。会話を始めて、彼らが価格設定を再考する意思があるかどうかを確認する価値があります。また、近くのコインランドリーや代わりのランドリー施設を探すこともできます。料金の方が競争力があるかもしれません。そうだよ、アンナ。選択をするためのより費用対効果の高い方法を見つけるには、他の選択肢も検討する価値があります。さらに、近所の人やルームメイトと費用を分担する可能性も検討できます。費用を分割することで、誰にとってもより手頃な価格になります。それは実際的な提案だよ、アンナ。費用を分担することで、管理しやすくなり、個人の負担を軽減できます。選択にかかる費用を節約するもう一つの方法は、機械の使用を最適化することです。施設を使用する前に、負荷が満杯になるまで待つことができます。それは賢いアプローチだよ、アンナ。負荷量を最大化することで、各洗浄サイクルから最大限の価値を引き出すことができます。また、可能な限り、冷水を使用して衣類を洗うことも検討できます。エネルギーを節約し、全体的なコストを削減できます。それは素晴らしいヒントです、アンナ。冷水洗浄は費用対効果が高いだけでなく、環境にも優しいです。場合によっては、ポータブル洗濯機に投資したり、ユニット内のランドリー設備を備えた宿泊施設を探す価値があるかもしれません。長期的にはお金を節約できるかもしれません。
それは妥当な点だ。アナ、専用の洗濯機を用意したり、ユニット内の施設を利用したりすると便利になり、外部のランドリーサービスが不要になります。最終的に最適な選択方法を決める際には、コストと利便性の要素を比較検討することが不可欠です。そうだね、アンナ。清潔な服を確保しながら、予算とライフスタイルに合ったバランスを見つけることです。また、適切な量の洗剤を使用し、お手入れの指示に従うなどの適切な洗濯習慣も、衣類の寿命を延ばすのに役立ち、頻繁に洗う必要性を減らすのに役立つことを忘れないでください。絶対に、アンナ。服をきちんと手入れしておくと、お金を節約できるだけでなく、品質を保つのにも役立ちます。利用可能なオプションを調べて、ランドリーのニーズを満たす最も費用対効果が高く便利なソリューションを見つけましょう。ジョン。それには賛成だよ。アンナ。ランドリー費用を管理し、情報に基づいた意思決定を行うために積極的な措置を講じましょう。ジョン、衣類を清潔で新鮮に保つための手頃な価格で効率的な方法を見つける必要があります。乾杯、アンナ。賢い戦略で選択の課題に取り組み、その過程でいくらかお金を節約しましょう。レッスン17、キッチンでのマルチタスク。カレーを作っている間、必ずご飯を炊いておきます。マルチタスクができ、夕食の準備が早くできます。アンナ、どう思う？それは効率的な計画のように思えるよ。ジョン。タスクを分担してキッチンでの時間を節約できる素晴らしい方法です。まさに、アナ。同時に仕事をすることで、時間を最大限に活用し、より早く美味しい食事をテーブルで食べることができます。あなたがご飯を扱っている間に、私がカレーの材料を準備し始めます。調理プロセスを調整したり同期させたりできます。いい考えだね、アナ。必要ならお互いにコミュニケーションをとり、助け合って、すべてがスムーズにまとまるようにすることができます。ご飯を炊いている間に野菜をみじん切りにしたり、カレー用のスパイスを集めたりできます。そうすれば工程がもっと効率的になるだろう。パーフェクト、アナ。ご飯がトロトロになるにつれて、適度な食感と粘りが出ることに集中します。それを注意深く監視することが重要です。それまでの間、カレーベース用の玉ねぎとニンニクをソテーできます。他の作業をしている間、香りがキッチンいっぱいに広がります。美味しそうだね。アナ。ご飯が炊き上がったら、フォークでふんわりさせて、カレーの最後の工程が終わるまで休ませます。カレーが煮えている間、待ち時間を利用してテーブルを用意したり、追加のサイドディッシュや調味料を用意したりできます。素晴らしい提案です、アンナ。調理中のダウンタイムを他の小さな作業に活用し、スムーズな食事体験を確保するのが効率的です。カレーが鍋にくっつかないように時々かき混ぜながら目を離さないようにします。その間、ご飯が完璧に火が通っているかチェックしてください。絶対に、アンナ。適度な火加減を保ち、カレーをかき混ぜて風味を出すことが重要です。出来上がりのご飯も味見します。カレーの準備ができたら、火を止めて数分間休ませて、味が溶け合うようにします。カレーが休んでいる間に、ご飯を盛り付けて、新鮮なハーブやトーストしたごまを振りかけて見た目を良くします。
いい感じだね。ジョンプレゼンテーションは、全体的な食事体験を向上させる上で重要な役割を果たします。最後に、ふわふわのライスの上にカレーを盛り付けて、一緒に作った美味しい手作りの食事を楽しむことができます。絶対に、ジョン。私たちのマルチタスク努力の成果を見て、その結果風味豊かな食事を楽しめるのは満足のいくものです。私たちの計画を実行に移しましょう。アンナ、力を合わせれば、キッチンでの時間を効率的に管理しながら、傑作料理を作ることができます。ジョン、あなたと一緒に仕事ができてワクワクしています。コラボレーションして、私たちの料理の腕前を披露できる素晴らしい機会です。キッチンでマルチタスクをして、思い出に残る食事を一緒に作ってみましょう。アンナ。レッスン18、思い出に残る充実した休日。ユニークなアクティビティや体験を計画することで、休暇がより思い出深く、充実したものになることは間違いありません。同意しませんか、アンナ？絶対に、ジョン。いつまでも印象に残り、休暇を本当に忘れられないものにするのは、特別な瞬間と並外れた冒険です。コンフォートゾーンから飛び出して新しいことに挑戦することで、ワクワク感が増し、旅行体験が豊かになると思います。これ以上同意できないわ、ジョン。馴染みのない場所を探検したり、現地の習慣に触れたり、文化に没頭したりすることで、生涯の思い出を作ることができます。また、人里離れた目的地やあまり知られていないアトラクションを検討する価値があります。多くの場合、隠れた名所やユニークな出会いがあります。それは素晴らしい点だ、ジョン。一般的な観光ルートから外れることで、本物の体験を発見し、地域社会とつながることができます。休暇をより充実したものにするための一つの方法は、ボランティア活動や地域の取り組みへの支援など、有意義な活動に参加することです。絶対に、ジョン。私たちが訪問する地域社会に貢献することは、私たちに充実感を与えるだけでなく、目的地にも良い影響を与えます。考慮すべきもう一つの側面は、郷土料理を試したり、伝統的なレストランで食事をしたりすることです。食は文化を理解する上で重要な役割を果たします。これ以上同意できないわ、ジョン。郷土料理を試食したり、地元のフードシーンを探索したりすると、新しい味や料理の伝統に触れることができます。さらに、ハイキング、シュノーケリング、自然保護区の探索などのアウトドアアクティビティに参加することで、冒険心と環境とのつながりを感じることができます。そうだね、ジョン。自然に囲まれてアウトドア活動にふけると、若返り、忘れられない体験ができます。また、会話や文化イベントへの参加など、時間をかけて地元の人々と交流することで、休暇の経験が向上することも分かりました。絶対に、ジョン。地元の人々と交流することで、私たちは洞察を得て、彼らの生活様式について学び、有意義なつながりを築くことができます。オープンマインドを保ち、予期せぬことを受け入れることが重要です。時々、最も記憶に残る瞬間は、自発的な行動や計画外の冒険から生まれることがあります。オープンマインドを保ち、予期せぬことを受け入れることが重要です。時々、最も記憶に残る瞬間は、自発的な行動や計画外の冒険から生まれることがあります。最後に、写真や日記を通して経験を記録することは、思い出を保存し、休暇をさらに充実させるのに役立ちます。
同意するよ。ジョン写真を通して瞬間を捉え、自分の考えを書き留めることで、旅を振り返り、後で思い出を思い出すことができます。アンナ、特別な瞬間、本物のつながり、有意義な体験に満ちた休日を作るよう努めましょう。それには賛成だ。ジョン、これから何年もの間、大切な思い出を残せるような休暇を計画し、着手することだ。乾杯、アンナ。すべての瞬間を大切にし、期待を上回り、心を喜びで満たす休日を作りましょう。